忍び旅。将軍上洛の行列は遅々として進まず、ようやく平塚を過ぎたばかりだが、徳山竹之進と名を変えた家光は柳生十兵衛とともにすでに箱根に差し掛かろうとしていた。付近一帯は太閤秀吉の小田原攻めの古戦場です。さすがに東海道から関東への入り口にあたる要害の地だ。険しい地形だな。この場は私が防ぎます。お一人で先へ。中兵衛、早く。何をしておる。いやね、私の知り合いじゃないかと思って肝を潰したけど、違ってたんでほっとしたところですよ。この侍どもに心当たりでもあるのか。いいえ。この上の遠野沢の湯には間もなく高貴なお方がお着きになる。だから怪しい者の通行は許さん。南へ下って本街道へ出ろ。南でも北でもどっちへ行こうと勝手だと思うんだけどな。何。はいはい。見事だ。面白そうだな。俺にもやらせてくれないか。遊んでいるんじゃないんだ。私の仕事なんだ。仕事？たくさん取れればたとえ売りに行くんだ。それは気づかなかった。面白そうだなんて言って悪かった。いいんだ。じゃあやってごらんよ。そうか。よーし。そこの岩陰。難しいもんだな。よし。ああ。どうだどうだ。なかなかの大物だろう。お侍さんなかなかの腕だね。どっから来たの？いや実は道に迷って困ってるんだ。よかったら私の家へおいでよ。そうか。すまん。
どうだい、美味しいかい？よかったね。おつたの母は亡くなる前に一通の書きつけを残していた。それに記された鷹の葉の紋所がまだ見ぬ父を探すただ一つの手がかりであった。ここだよ。ああ、そうか。お父っつぁんは百姓だけど漁師もしているの。この間からお客さんが一人泊まっていらっしゃるんだ。さあ、どうぞどうぞ。つい打とうとしておった。おお、大量じゃのう。お、この御人は？このお方が道に迷っていたのでお連れしたんです。わしは唐木甚五右衛門。直参とは名ばかりの厄介者の年寄りじゃ。徳山竹之進と申す浪人です。ああ、相宿になったのも何かの縁じゃろう。わしはな、10日ばかり前から世話になっとる。どうも毎年冬になるとこの古傷が痛むでな。古傷？ああ、大阪夏の陣で受けた刀傷、鉄砲傷じゃ。大阪夏の陣といえばかれこれ20年にもなるが。ああ、わしにとってはつい昨日のことじゃ。さて、飯前にもう一遍家に入ったのか。ああ、ここの元井は古傷によく効くでな。お侍さんも一緒にいかがですか？ほんの一足のところですから。うん、ではそうしよう。出井は話に聞いたことがあるが初めてなんだ。タヌキに化かされないように気をつけてください。タヌキ？時々タヌキがムジナが入りに来るんです。本当か、それは面白いな。この旦那様なんか美しい女の人だと思って話をしていたら、それがタヌキだったんです。ほら、何を言うか。あれは確かに人間だったんじゃ。よし、では行こう。今日はタヌキに会えるかな。大変だ。どうしたんだお父っつぁん。あ、さっき見えたお客さんだよ。これから出井へいらっしゃるんだ。それが元湯にはしばらく入れねえことになった。それは一体どういうことだ？江戸から身分の高い人がおいでになって投留されるので、普通の当時客は近づいちゃならねえって。身分の高い人って将軍様？いや、将軍の行列はずっと離れた本街道を通るからこっちは来ないはずだ。はい、そのことは小田原藩のお役人からお触れが出ております。遠野沢のお家へおいでになるのは将軍様ではなくご老中のお身内の方だそうでございます。老中の身内じゃと？ならんならん。年寄りだけでお願いいたします。この通り腰の痛い年寄りなんです。どいと申すに。おい、知らせ。あなた手ぬるいよ。何をする？大丈夫か？もうやめろ。なんだお前は。直参旗本唐木甚五右衛門だ。もう10日も余りこの元井で治療をいたしておる。この者たちとも顔なじみだ。毎日一緒に湯に入って世間話やお国自慢に話の花を咲かせている間柄だ。旗本だろうが百姓どもだろうが許さん。箱根には他に宮の下、そこから足の湯と出井はいくらでもあるではないか。バカなことを言うな。お年寄りや体の悪い人たちを危険な山道を歩いて針に行けというのか。うん、それは無茶というものだ。いかに老中の身内さえそんなことは感心できんな。人々が迷惑する。何？貴様何者だ？徳山竹之進、浪人だ。スローニの無罪でよくもほざいたな。叩き切ってやる。おのれ！老中酒井日向守の側室お鈴の方です。側室？はい。
あの男どこかで会ったような気がする。これみんな江戸から連れてきたまかない方が作るの？そうだ。旅先の料理人が作るようなものは一切お口にはなさらん。俺ね、タコのぶつ切りが好物なのよね。上様はそんな下品なものは召し上がらん。だってタコの食いたいタコのタコ。控えなさい。自分の顔でも鏡で見なさい。あ、8本の足で吸い付いてやあんたあいた出た無礼をいたすと手打ちにいたすぞ。威張ってもダメ。あなたは偽物なんですから。あこりゃあんちゃんの格好は。大久保様何から何まで上様と同じ扱いを受ければこそ影武者で、それを肝心要なとこに来るとお前は偽物だからダメだって、それじゃ約束が違いやすいかってんだよ。何か言ったか？近のどこも耳が遠くなってな。自分の都合の悪い時だけ耳が遠くなるんだから、もう。そうなんだよ、てめえがっていうかなんていうかな、こんなじいさん相手にしてる俺の苦労分かるだろ。ちゃんと聞こえておるぞ。これだよ。だって一日中過去に乗り詰めて腰は痛いし肩は凝るし頭重いしもんで甘やかしてはならぬと春日の局様のきついお言いつけです。二言目には春日の壺に様春日の壺に様なんだよあんな上ざくり。町人は町人同士、おいらがもんでやるよ。本当嬉しいな。気持ちいい。気持ちいい。近くの若い奴らはまるで年寄り子供だ。辛抱ということを知らん。すぐに値を上げる。カゴに乗って肩が凝るんだと。このわしなんかはな、その昔三日三晩飲まず食わず。またそれから先はね、もう耳にタグができてますんで。さあ昔は苦労したとか戦の頃は辛かったとかいつもそればっかり。上様に会いとうなった。2、3日お顔を見ないとどうも寂しくていかん。案外向こうはね、うるさいのがいなくてね、せいせいしてるかもしれないですよ。何？覚えておくがよいぞ、両名とも。彦座殿、どうしたのじゃ彦座殿は。むっと口を結んでご機嫌斜めじゃった。その上なんとなく寂しそうな。おつぼの様、なんか俺たちが調子に乗ってちょっと言い過ぎちゃったかな。いつもだったらね、俺たちのとこガガガガ怒ってくんですけど、もしかしてもうそんな元気もなくなっちゃったのかな。両名とも慎みなされ。小田原名産梅干し大巻き東鎮香にございます。何とぞ上様にご献上の栄を賜りたく。わかった。これにすぐる名誉はございません。でこちらはご老中にお納めいただければと存じまして。上様のみでなくこのわしにも。気が利くの。さすが小田原藩じゃ。ではこれにて。これは大久保のご老体か。何、通行の道々の大名町人どもがこのように上様の献上品を持ってくる。うかつなものを
上様の食前に登らせるわけにもいかず、もう困ったものじゃ。こりゃ小田原提灯だな。ご老体、一ついかがかな。田原名物黄金まんじゅうか。この分だと今日に着くまでに蔵が立とう。おいボレン、おう、早苗。上様は刺客に襲われ十兵衛殿と離れ離れになってただいま遠野沢の湯に。でご無事か。はい、今のところご心配はいりません。あれです。おお、そうか。いや急いできたので息が切れたわ。上様、これは一体。なんだじいか。いやこの辺りの湯治場にいるのは老人病人がほとんどだ。いい若い者が何もせずブラブラしとるのは肩身が狭くてな。では私がいたします。年寄りが無理をするな。もったいないことを。さすがは上様。あの者どもとは人間が違うわい。じいめは嬉しゅうございます。お秋さん、また一人増えた。さあどうぞ世話に相なる。おい彦だ。誰かと思えば大久保彦だではないか。おお、そういうお主は唐木千久も久しぶりだ。懐かしいの。おい、こんなところで会えるとはな。お知り合い？昔苦労を共にした仲だ。なんだ、お前もいたのか。ご挨拶ね。昨日私も道に迷ったんだけど、やっとここを探し当てたの。日頃の精進がいいせいね。へえ、あんまり関係せんが仕方がないわ。相変わらずじゃろう、お主は。いやいや、憎まれ打ちが叩けるということは元気な証拠じゃ。さあ行こう行こう。あ、でもよかった。お年寄りはお年寄り同士。私たちはお父さん。その女がなんと老中堺井の守ご長愛の側室お鈴の方だ。何？日向守の妾？そのために神護衛門お主は吉祥城の入り江に入れんというのか。まあそうだ。けしからんじゃないか。それでお主はおめおめと引き下がったのか。いや止めたのはこの俺だ。あの場合事を荒立てるのも大人げないと思ってな。いや喧嘩をしようにもこっちは脇差し一振り持ってはおらなんだ。それよりあの警護の頭とおぼしき侍がどうも気になってな。いやいや、どこかで会ってはいるのだがそれが思い出せんのだ。唐木神護衛門とか名乗っていたな。確かにあの時の侍だ。奴は果たして俺の顔を覚えているか。もし万一覚えているとすれば。お目覚めでございましたか。いや昨日は疲れていた上に酒を飲みすぎたせいかすっかり寝過ごしてしまった。山の芋を掘ってきたからすぐにご飯にします。おお、これが山の芋か。見事なものだ。体にいいそうなのでとろろ汁にします。頼む。ところで年寄りたちが見えんがどうしたのだ。この匂いは。なんじゃこの異様な匂いは。なんだこれは。うまい具合に風があっちへ向かって吹いてるぞ。もしもっとどんどん入れてね。よし、ついでに仰いでやるか。さ
それ現場ニンニクもニラもまだまだあるぞ。遠慮なくどんどんやれ。任せておけそれ。おお、どうじゃこの良い匂いは。体中から精気がみなぎってくるわ。お鈴の方様の野立てと知っての嫌がらせが。野立て、そんなことは知らんわい。私たちはこれから遅い朝飯をやるところじゃ。これはすごいな。風上にいても匂うぞ。よう気がすったか。ちょうどいい加減に酒の勘もついた頃じゃろ。どれどれ。これはカッポ酒というてな、酒の香りがほのかに移って何とも言えん。こうして振るとカッポカッポと音がするところからカッポ酒という名がついたんじゃ。お握り飯も香ばしく焼けておる。それあ酒の魚にはここにニンニクもあるぞ。うん、うまい。しかしこの煙は松葉を呼ぶして穴からタヌキを追い出すという話は聞いたことがあるが、どうやらタヌキではなくてメギツネがいぶり出されてきたようじゃな。わらわに向かって無礼な。現場切れ。この無礼者どもを成敗するのじゃ。成敗。面白い。旗本切手の横紙破り天下のご意見番を持って任ずるこの大久保彦左衛門が切れるもんなら切ってもらおうか。大久保彦左衛門。そして俺は唐木陣右衛門。そもそも堺日向守というのは一体何者じゃ。宇都宮10万石、今をときめく県政並びなき老中に収まっとるが、大阪の陣の時には一体どんな働きをしたんじゃ。それに比べて命を的に戦った俺たちは見ろこの体を。矢傷、鉄砲傷、刀傷、断っておくが卑怯な逃げ傷は一つもないぞ。お見事。十兵衛、腕を上げたの竹之進殿。柳生十兵衛、遅いぞ。何をしておったんだ今頃まで。五郎太、面目ない。つい道を間違えてしまいましてな。どれ、拙者は早速一杯いただこうか。どうぞ。やりましょう。うまいうまい。何者じゃ。この鷹の葉の紋所はご老中堺様のご家紋じゃ。もしかしたら私の父は老中堺日向守だったのか。あの侍のことを思い出したというのか。おうさ、先刻抜き打ちでわしの頭上から切り下ろした時、はっきりと思い出した。あれは元和元年、今から数えて10と9年前だ。大阪夏の陣。そうだ、大阪城落城のその日のことであった。わしはお先手組の一員として生駒の山中で落ち武者に備えていた。疲れ果ててついうとうとしていた時、はじめ俺は敵かと思った。だが聞こえてくる話し声で徳川方の者が落城の混乱に乗じて豊臣の軍用金をかすめ取ってきたと分かった。言われやめんか。あなたこれでも侍か人間か。こんな者だけが良い目を見る。俺が言ったというものだ。捕まれ。
夜になってようやく崖から這い上がった時、そやつらの姿はすでになく、無残な足軽の死体が転がっていただけだった。そいつらは口を封じるために味方の足軽、それもおそらく自分の部下たちを皆殺しにしたというのか。そうだ。そやつらが落城のどさくさに紛れてかすめ取った金は、どう少なく見積もっても数千両は下るまい。兜をかぶっていた大将らしい侍、もしかしたら酒井日向守だったということも考えられるな。いかにも日向守はその頃は確か1万石そこそこの小大名、幕閣の重臣たちに金をばらまいて老中の座を射止めたという噂もある。火事場泥棒当然。自分の部下を殺して手に入れた金で老中に。許せることではない。おつき。この日、将軍上洛の行列は小田原に入った。19年前の亡霊が出てまいったか。はい。亡霊は何としても消さねばなるまいが、厄介なのは柳生十兵衛だな。まず太刀打ちはなりますまい。お前は話を聞いておったな。どうやってここへ入ってきた？老中の娘だって言ったらどうしてくれたよ。何？わしの娘？そう言わなきゃどうしてくれないでしょ。でももしかしたら本当かもしれないんだよ。これに見覚えはありますか？慶長14木のと鳥年弥生牛の日誕生命名つた。覚えがあるのかどうなんです？あると言ったら、わしがお前の父親だとしたらどうするつもりだ？犬猫じゃあるまいし、そんな紙切れ一枚で私たちを捨てた人でなしの土屋にせめて恨みの竹をぶつけてやりたいと思っていたのさ。だけどいざこうやって会ってみると、それが血のつながった親子というものよ。大阪の陣の時、多くの部下を手にかけたのは本当なんですか？わしが悪かったのではない。戦が人間を狂気にするのだ。お前たちを捨てなければならなかったわけもいずれわかる時が来るだろう。おつた、わしの苦境を助けてくれんか。唐木神五右衛門という老いぼれ一人、何としても取り除かねばならんのだ。そんなひどいこと。頼む、この通りだ。どうだよ、いいタコだろ。すぐ作ってやっからよ。タコやナマコは格好が下品だからって、そりゃねえよな。天ぷらだってそうで、神君家康公が鯛の天ぷらの食いすぎでクラッと言っちまったからって、徳川の家じゃそれ以来天ぷら禁止だって言うじゃねえか。そりゃねえよな。ねえ、たまにはこのこってりしたもん食わねえとよ。何しろこっちとらわけんだ。おら、タコのおみ足いっちゃがれ。これたまんねえな。かじるつせや。おかめかめ。ああ、おいしそう。タコ大好きなの。両替者。他のつぼね様の御前になるぞ。勝手な振る舞いは許さぬぞえ。もそっと自覚を持つのじゃ。すぐ部屋へお戻りなされ。素読です。
また字を教えるの？嫌いなのにな。ねえ。ああ、そうだ、俺ちょっと外で飯食う約束してた。待てよな。おめえだけそりゃねえよな。おっさんさん。兵道玄馬殿ですな。拙者日下千十郎と申す者。徳山武之進と名乗る浪人は実は。何？それはまことか？だから老いぼれどもの口を封じてももはや手遅れ。老中失脚あるいは切腹。この際互いに手を結ぶことこそ唯一残された道。我らが主は上様に将軍の地位を奪われた続き阿波の神でござる。なんだ？それで？やっと聞こえたのはこの老いぼれたちの口を塞ぐとかいうだけで、どうも様子がただごつじゃねえんで。年寄りといえば指詰彦座殿じゃが、危険が迫っているのかもしれぬ。人の顔見るとガミ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 とさ、まあ腹の立つじいさんだけどさ、いねえとなると妙に寂しいもんな。その通りだよ。何しろ俺の親分だからよ。だけど一体どうすればいいですかね。すぐに急を知らせるのじゃ。彦座殿はお家の忠責、何としても死なせてはならん。それに上様の恩義も心配です。だけどどうやってどこにいるかもわからないんですね。助け、若者のくせに老を死んでどうする。頭と足は何のためにあるのじゃ。ぐずぐずせずに行きなさい。おつぼね様もだんだん大久保のじいさんに似てきたな。バカ、私はまだそんな年ではありません。これはどこへ行った？知りません。この二人はどうした？徳山武之進という浪人者は知りません。知りません。知りません。こやつ。どうしたんだ改まって話があるとは。何かあったのか？いやあ、気持ちのいい朝だ。顔色が悪い。風邪でもひいたのではないか？私裏切ったんです。父に言われて十兵衛さんをここへ。何？探し求めていた父が分かったのか？老中堺日向守が私と母を捨てた薄情な殿様でした。日向守？母が亡くなる前に私に残してくれた証拠の品です。この鷹の葉の家紋が。待てよ。日向守の紋は確か高木鷹の葉だ。これは安倍だか？よく似てるが違う。日向守が気づかぬ道理がない。そなたの父というのは真っ赤な嘘だ。日向守は私をここへ誘い出すために。神護衛門たちが危ない。お父ちゃん！
六蔵、しっかりしっかりしろ、六蔵。私のため。悪いのはそなたではない。日向の神だ。六蔵、しっかりしろ。旦那たち、早く。どこへ行ったんだ。大平台の草原です。分かった。おつだ、お秋として六蔵を取ったの手当てを頼む。油断するな。容易ならん敵だ。が千軍万馬の陣右衛門だ。昔を思い出すな。腕に武士を取らぬがいささか体が言うことを聞かん。弱音を吐くな。そうもはやこれまでか。潔く死に花を探せるか。ほいの御門。おう、上様じゃ。何、上様じゃと。陣五右衛門彦座、無事だったか。一度控え。三代将軍家光公にあらせられるぞ。日向、それがし一旦掴んだ権力の座、たとえどのようなことがあろうとも手放しとはござらん。そのために上様いもて鈴木阿波の神殿と組み、上様お命を頂戴いたすことに決し申した。この老いぼれたち者ともこの草原の父となっていただこう。俺どもお衣装は思いのままだ。やれ。危ないじゃないか。鈴鹿がよく来た。褒めるか叱るかどっちかにしてくださいよ。褒めて使わす。あとは死にお任せあれ。
今徳川の世が太平と繁栄を迎えているのも、かつての戦に尊い血を流した多くの人々の犠牲があってればこそだ。悪行を重ね権勢におぐる老中大名に比べ、報いられることのなかった下積みの者にわしは頭を下げて詫びねばなるまい。上様。彦座、神護衛門、その方たちの苦労決して忘れはせぬ。今この箱根の湯治場でゆっくりと養生せねばならぬのは他の誰でもない。それはお前たちだ。神護衛門、体をいとえよ。上様、老骨からき神護衛門、長生きをしてようございました。ねえねえ、はい、待って。次のお宿では天ぷらかうなぎお願いね。肌がね、カサカサなの。あと。おたーちー。タコの足食いてえな。お秋、六蔵とっつぁんと唐木の旦那の世話を頼むぞ。はい、今日から井出湯へ入れますので、すぐ良くなると思います。そうだな。では神護衛門、ありがとう。お主も剣護での。お主もな。お気をつけて。お達者で。数奇な星のもとに生まれたおつたは幻の父を求め、竹之進への思いを胸に旅を続ける。家光の行く手にもまたさらに大きな夢と波乱とが待ち受けている。ちなみに箱根の湯と家光との関わりは深く、後に寛永21年樽に入れた温泉を二回り分14日間毎日江戸城まで運んで献上している。目を閉じれば今でも鮮やかに胸をゆするふるさと、肌も触れず心で抱きしめた幼い日のふるさと。男はさすらい星を枕に風を共に。心は今夜も荒野を駆け巡る。将軍家光忍び旅。風魔の残党がなぜ村の子供をかどわかすのだ。子供のうちから術を仕込み手下にでもしようと。本物の上様、この箱根の山中に朽ち果てるのも気ままにというわけか。伊達政宗だ。上様に拝謁を願い出たのじゃ。固めの竜。固めの竜と会えばお前などはすぐに食い殺されてしまうわ。食い殺される。風魔一族。竹之進様。上様はまだか。遅すぎる。
将軍家光忍び旅、箱根に散った花一輪、お楽しみに。